3人で歌っているにもかかわらずリズムが1ミリもブレないっていう神業です。これはボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、嵐カウントオンミー、こちらのオーディオを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ先日皆さんからいただいたリクエストをですね、再度集計しました。その結果、なんとカウントオンミーがですね、人気第1位になりましたので、動画公開をしていきたいと思います。そして5月の強化月間が終わった後の嵐の歌声分析動画、どうなるんですかっていう風なコメントをですね、いただいたので、その辺についてですね、動画の最後にお知らせしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いいただけたらなというふうに思います。そして動画の内容を気に入ってくださった方はですね、チャンネル登録、高評価、そしてハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、嵐カウントオンミー歌声分析 GO！ おい、かっこいい。めちゃくちゃノリノリな楽曲ですね。ジャンル的にはファンクになるのかな。このビート感たまんないですね。そして出だしから素晴らしいコーラス、めちゃくちゃ迫力があって、ハーモニーもすごく美しいし、言うことなしですね。やばいね。ファンクってリズムがめちゃくちゃ難しいジャンルなんですよね。今の A メロの前のダラッダッダッダみたいなリズムのポイントあったじゃないですか。これ決めって言うんですけど、楽曲全体のパートがですね、同じリズムで音を合わせるポイントなんですよね。このリズムをですね、点で合わせるような作業が必要になってくるんですけど、そういった部分も完璧です。このリズムが少しでもずれてしまうと、楽曲のパワー感がですね、全く出なくなってしまうんですよね。めちゃくちゃかっこいい。出だしは二宮くんの声ですね。今回の二宮くんの歌声はすごく声の音色が整っていて、美しさ全開っていう感じですね。この美しい成分はですね、どうやって表現しているかっていうと、声を鼻の中にですね、少しだけ入れるような感覚で歌っています。声を鼻に通すイメージで歌うことによって、鼻の中の空間がですね、響くんですよね。これを鼻腔共鳴って言います。そして口はあまり大きく開いていないような感じがしますね。日常会話で話す時ぐらいの口の大きさ、このぐらいかなって思います。全体的に声の音色がものすごく美しくて、なおかつクールな雰囲気がしますよね。美しさを鼻で、クールな雰囲気を口で作っています。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で、歌声とは別にリズム的な部分のお話なんですけど、全体的にですね、音を切る感じで歌ってますね。スタッカート、これを使ってます。やっぱりファンクっていうのは休符が命っていうふうに言われています。歌で休符を表現するためには音を切って歌う必要が出てくるんですね。音を切って次の音までが無音状態になるじゃないですか。この無音の部分がですね、歌で表現する休符にあたります。フレーズの中に休符と音符が生まれることによって躍動感につながっていくんですね。この声は桜井くんかな。すごく素直な歌声ですよね。桜井くんの歌声はですね、口の中の空間をよく響かせたような音色になってます。二宮くんが美しく整えた歌声に対して、桜井くんはですね、自然な声の音色っていう感じかな。話し声に近いようなニュアンスを作り出してるんじゃないかなっていうふうに思います。口の中の空間をメインに歌声作りをすることによって、先ほど言ったように日常会話で話している声の質感に近づけることができるんですよね。ちなみに口の中の空間を響かせた歌声を口腔共鳴って言います。もう一回聞いてみましょう。
で、桜井くんはですね、スタッカートはあまり使ってないんですよね。でもすごく躍動感が出てるじゃないですか。これどうやって作ってるかというと、言葉の子音をですね、強めに発音してるんですよね。子音を強く発音することによって、その部分が強い音、アクセントに変わります。強い音と弱い音が生まれることによって躍動感を作り出してるんですね。で、二宮くんのパートの時もそうだったんですけど、追っかけ的な役割のハーモニーのフレーズがですね、すごくかっこいいですよね。ここはじゅんくんですよね。じゅんくん、音の切り方がえぐいですよね。めちゃくちゃ躍動感が出てます。で、声の音色の作り方はですね、鼻の鼻腔共鳴と口の口腔共鳴、この2つをですね、同じぐらいの割合で混ぜたような歌声かなっていうふうに思います。僕が今まで嵐の楽曲を歌声分析した時のじゅんくんの声はですね、口の中の口腔共鳴が中心の歌声が多かったんですけど、鼻腔共鳴を使った歌声も素敵ですね。で、声の雰囲気が全体的に明るいじゃないですか。爽やかな感じがするっていうか。これはですね、おそらく笑った時のような口角の上げ方、これを使って歌ったんじゃないかなっていうふうに推測します。口角上げると声のトーンがですね、明るくなるんですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。めちゃくちゃ音切って歌ってますよね。音を切ると先ほど言ったように給付が生まれるんですけど、この給付がですね、次の音のためになるんですよね。パワーを貯めているポイントっていうか。だからぐいぐいと前に突っ込んでいくような力強さが生まれてくるんですよ。めちゃくちゃかっこよかったですよね。いい。かっこいいね。やっぱり大野くんの歌声すごいですよね。どんなリズムがやってきても、どんな音域でも安定感がものすごいんですよね。ここについて5の歌声分析動画を公開した時にも触れているんですけど、やっぱりね、呼吸法がものすごくうまいんです。腹式呼吸っていう呼吸法。今回ここについてちょっと深掘りしていこうと思うんですけど、腹式呼吸って息を吸った時にお腹が膨らんで、吐いてる時にお腹がしぼんでいく呼吸法なんですよ。多分腹式呼吸の体の動きっていうのは知ってる方多いと思うんですけど、なんで歌では腹式呼吸をメインで使われるか、ここ知らない方結構いるので説明しますね。腹式呼吸を使って息を吸った時に、初めて声を出す時に腹筋に力を入れることができるんです。ちょっとボイトレやってみましょうか。皆さん90度の角度でお辞儀をしてみてください。この状態で息を吸うと何も考えなくても腹式呼吸が誰でもできます。で、90度の角度でお辞儀をした状態で鼻から息を吸って口から息を吐く。この吐く時にですね、お腹にぐっと力を入れてみてください。おそらくほとんどの方がですね、お腹に力を入れることができたと思います。じゃあ次はですね、腹式呼吸ではなく胸式呼吸って言われる呼吸法。息を吸う時に肩がふっと上がって吐く時に肩がふっと落ちる。この呼吸法でじゃあ同じように息を吐く時にお腹に力を入れてみましょう。いきますよ。吸って、で吐く時にお腹に力。すごく力入れにくいですよね。これが歌で腹式呼吸が使われて胸式呼吸が使われない決定的なポイントです。腹式呼吸で息を吸ってお腹に力を入れることによってお腹以外の部分をリラックスさせることができるんですよね。なので腹式呼吸がうまければうまいほどどんな音域でも安定感が出てくるし、どんなフレーズでも余裕で歌えるようになってくるんですよね。そして胸式呼吸っていうのは腹筋に力を入れることができないので、どこに力が入るかっていうと、喉とか肩、首周りですね。この辺に力が入ってしまうとですね、声のコントロールがものすごく難しくなる、あるいはできなくなります。なので、大野くんは腹式呼吸がめちゃくちゃうまいので、この歌のうまさだったり歌声の安定感がものすごいんですよ。もう一回聞いてみましょう。
もう笑っちゃうぐらいうまいですよね。本当にお腹以外には力が入っていない感じですね。言葉を発音する唇周辺もですね、ものすごくリラックスしてるんですよ。だから生まれるこの余裕感です。本当にすごい。で、声の音色はですね、今回鼻、鼻腔共鳴が中心かなっていうふうに思います。低い音域も高い音域も鼻腔共鳴中心にすることによって音域が変わっても声質がですね、統一されてるんですよね。これもものすごいテクニックです。いいね。この色気のある楽曲の雰囲気で相葉くんの歌声めちゃくちゃ合いますよね。相葉くんの歌声も鼻腔共鳴が中心なんですけど、先ほどの大野くんの歌声と比べると相葉くんの方が鼻腔共鳴の音色が強いんですよね。少しだけ鼻声の雰囲気を感じれるぐらい鼻に声を送った歌声というか、この音色がですね、楽曲の色気のある雰囲気とマッチしてものすごく素敵ですよね。で、後半のハイトーンのところの力強さめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。声てのところがめちゃくちゃかっこいいですよね。で、全体的にかなり口を大きく開いて歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。おそらく相葉くん的には声をいっぱい鼻に送っているんですけど、口を大きく広げることによって鼻腔共鳴がメインなんだけど、口腔共鳴の音色も自然とプラスされるみたいな体の使い方で歌っているポイントかなって思います。色気を鼻で、声のパワー感を口でっていう感じですかね。めっちゃかっこいいですね。かっこいいな。ここは前半が二宮くんと桜井くんなのかな。で、後半が相葉くん、淳くん、大野くんみたいな歌割りなのかな。なんかね、そんな感じがする。後半の方が声の音圧がこうアップしてますもんね。ここのじわじわと声のパワーが上がっていくっていうのがものすごく引き込まれますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。なんか言うんだっていう感じですよね。ごめんなさい。マイセーのここのフレーズがかっこいいですよね。しかも3人でぴったりとリズムを揃えて歌ってますよね。このスピード感でこのフレーズはですね、かなり難しいはずなんですけどね。さすが嵐ですね。3人で歌っているにもかかわらず、リズムが1ミリもブレないっていう神業です、これは。ここで三声ハーモニーですね。メインメロディーがいて、下ハモリと上ハモリが入ってると思います。やっぱり三声ハーモニーのこのハーモニーの厚さがですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。そしておしゃれ。このキラキラとしたサビの雰囲気にですね、ぴったりなコーラスかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいな。このサビでリズムパターンがすごくいい意味でシンプルになるんですよね。ドン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 っていうこの4ビートって言われるリズム。だからすごく乗りやすいし、聴いていて心地いいですよね。サビが最大の癒されポイントっていうかね。いやー、この雰囲気大好きだな。いい。やばくない？ここの声のパワー感。ここは淳くん、桜井くん、淳くん、そして桜井くんと淳くんみたいな流れかな。ここはですね、2人とも声の音色作りをですね、同じようにしてますね。どういう音色かっていうと、先ほどご紹介した口の中の口腔共鳴とですね、もう一つが肺の中の空間を響かせた音色、胸腔共鳴ですね。この2つをブレンドしたような歌声を2人とも使ってます。で、胸腔共鳴っていうのは
声の太さのコントロールだったり、声のパワー感のコントロールをするポイントです。2人とも言葉の輪郭をはっきりさせるために口腔鏡面を使い、歌声の力強さを出すために胸腔鏡面を使ってるんですね。すごい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。最後のところがまた三声ハーモニーですね。いやー、この展開めちゃくちゃいいなー。うわ、高いね。このハイトーンは二宮くんなのかな。二宮くん、高音域になると声の音色作りをガラッと変えるんですね。どう変えたかっていうと、鼻の鼻腔鏡面中心になってるんですよね。で、ここで使ってる声はですね、完璧な地声ではなく、地声と裏声の中間の声、ミックスボイスって言われるすごい難しい声使ってます。もう一回聞いてみましょう。この辺は地声。今のところはミックスボイスですね。声を出してる感覚としては裏声なんですよ。ただその裏声にですね、地声並みの声のパワーを乗せるっていう声がミックスボイスなんですけど、すごくコントロールが難しいんですよね。で、ミックスボイス単体だけできたとしても、地声からうまく連結させて歌声で使うっていうところがさらに難易度上がりますし、いや、すごいですね。ちなみに僕ミックスボイスできるようになるまで6年ぐらいかかりました。まあ僕はちょっと物覚えが悪かったので、そのぐらいかかってしまったんですけど、それだけ難しい歌声だっていうことをね、知っておいてほしいなって思います。うん、ララ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 ラのこの音幅ね。嵐の楽曲ってこういう音域的に難しいポイント絶対出てくるような気がするんですよね。で、今回そのパート担当が相葉くんっていうね、ものすごい音感だと思います。もう一回聞いてみましょう。うん。で、ここで相葉くんはですね、音域が下がった時に鼻に入れる声の量をですね、増やしてるんですよね。これ低音域を歌う時にものすごく効果的な歌い方なんですよ。何が効果的かっていうと、普通に歌っちゃうと、みたいなこう、もわっとした音色になってしまうんですよね。でも低音域で鼻に声を入れると、さっきより声軽くなりましたよね。そうなんですよ。低音域で鼻にいっぱい声を入れると歌声が聞きやすくなるんですよね。そのテクニック相葉くん使ってました。めちゃくちゃ綺麗な大野くんの裏声でしたね。今回大野くんいつもより鼻の音色をですね多く使ってますね。特に裏声で歌ったところはですね、ものすごくいっぱい鼻に声入れてます。鼻声の音色を感じ取れるぐらい入れてたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。ちょっと鼻声っぽい感じになってましたよね。裏声でこの声の出し方を使うとですね、声の輪郭がですね、こう丸くなるんですよね。優しくなるっていうか。そういった表現を狙ったんじゃないかなっていうふうに推測します。なんか今回ここのパートだけかな、桜井くんの歌声がですね、ものすごく男らしくてかっこいい感じになってるんですよね。さっきもそうだったかな、ちょっと聞き逃してしまったかもしれない。ごめんなさい。さっき口腔鏡面が中心って言ったんですけど、ここのポイントはですね、胸腔鏡面の音色も使ってます。口が6割、肺の中が4割。このぐらいの声の音色成分の割合かなって思います。めっちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。そして口は大きく開いているんですけど、口角は上げていない。そういった顔の表情で歌ってると思います。めちゃくちゃクールですよね、歌声の質感が。
でここのポイントなんですけど、結構口をこう横にいって開いたような感じで歌ってるんじゃないかなと思うんですよね。口角を上げている声の明るさは歌声からは感じないんですけど、口を大きく広げたような音色は感じるんですよね。ラーラーみたいな、こういった口の形でレコーディングしたんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。後半のリズムパターンとかめちゃくちゃ難しいんですけどね。タタ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 ラタタタみたいな。でしかも相葉くんここ全部スタッカートで歌ってますから、さらに難易度跳ね上がりますよね。かっこいいな。で今の二宮くんのパートなんですけど、音域高かったのにここではミックスボイス使ってないんですよね。地声メイン、しかも口の中の音色メインみたいな感じで歌ってます。でちょっとだけ喉の奥をですね、こうあみたいな、こういったあくびの時の喉の状態を少しだけ使ってるような音色を感じます。もう一回聞いてみましょう。高音なんですけど鼻に声を入れていないんですよね。一般的には鼻に声を入れれば入れるほど高い声って出しやすいっていうふうに言われていますし、僕もそうだと思ってます。だから二宮くんこの音域をですね、鼻にほとんど声を入れずにこの歌声で歌えるっていうのはね、もうほんと神レベルの歌声かなっていうふうに思います。すごすぎる。いい。なんか確信に変わったんですけど、やっぱりいつもよりも、いつもよりもっていうか、僕が今まで歌声分析をした楽曲の中では一番鼻を使ってる歌声ですよね。で鼻に声をですねいっぱい入れると声の雰囲気が若々しくなってきます。少年のような歌声になっていくというか。じゃあ相葉くんはどうなんだっていうふうに思った方いると思うんですけど、相葉くんはですね鼻にいっぱい声を入れているんですけど、それと同じぐらい口だったり肺の中の音色も使ってるんですよね。さっきね説明しそびれたんですけど、大野くんのここのポイントはですね、声の音色のほとんどを鼻にしてるんですよね。そうすることで先ほど二宮くんの時に言ったミックスボイスもですねコントロールしやすくなるんです。もう一回聞いてみましょう。最後のちりめんビブラートめちゃくちゃかっこいいですよね。でこの前半はあえてリズムの躍動感を作らず、後半でがっつりとリズムの躍動感を作るっていう、こう徐々に盛り上げていくような表現力がですね素晴らしすぎますね。歌の音域もこうグッと上がってるから、なおさら盛り上がってる雰囲気も出てるし、めちゃくちゃかっこいい。いやー、じゅんくんの歌声もものすごく楽曲に合うと思うんですよね。いつもよりじゅんくん自身がですね力強く歌ってる雰囲気が出ているので、それもあってか楽曲と歌声の一体感がですねものすごすぎますね。もう一回聞いてみましょう。ほら超かっこいいですよね。リズムも捉え方も完璧中の完璧だしね。フレーズを全体で捉えるっていう感じじゃなくて、言葉一つ一つをリズムとして捉えて、一個一個のリズムをですね点で合わせているみたいな正確なリズムなんですよ。これが最高にかっこいいですね。いいね。癒しポイントきましたこう楽曲の流れ的にはぐーっとこう盛り上がっていくような雰囲気を想像させるような作りなんですけど、サビの盛り上がり感がですねいい意味でなんか一歩届いていないみたいな、この雰囲気めちゃくちゃかっこいいですよね。こう来るぞ来るぞって言って待ってるんだけど、いざ来たらうわ優しいみたいな、なんかそんな雰囲気伝わるかな。これ強すぎないんですよ。だからこそアップテンポにもかかわらず癒されるような雰囲気になれちゃうのかなっていうふうに個人的に思うんですよね。
いやー、すごい楽曲ですね。めちゃくちゃかっこいいね。思わず小声になってしまいました。この声も、淳くん、桜井くんみたいな1番と同じパート割りですよね。なんか1番よりもさらに力強く聞こえるんですけど、気のせいでしょうか。超かっこいいですね。先ほど説明した胸腔共鳴と口腔共鳴の音色をブレンドした歌声、それをですね、まっすぐ前に飛ばすようなイメージで歌ってるんですよね。このイメージで歌うと、自分が持っている声の中で一番強い声を出すことができます。逆に後ろに引くと、自分が持っている声の中で一番柔らかい声を出すことができます。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。やばいね。口もかなり大きく開いて歌ってるような感じかな。なんかゴスペルシンガーみたいな歌い方なんじゃないかな、ここ。自分が持っている感情を歌声に 120% 込めて歌いますみたいな。ここもまたすごいポイントでしたね。柔らかい。やっぱこの二宮くんの声すごいですよね。最初から最後までミックスボイスで歌ってるような気がしてきました。僕が今まで分析してきた二宮くんの歌声とは一味違った音色かなっていうふうに思うんですよね。もう一回聞いてみましょうか。そうですね。最初から鼻に入れる声の量がやっぱり多いので、全部ミックスボイスで歌ってるポイントでした。だからこそこの繊細で美しい感じの音色になっていたんですね。やっぱり歌声の表現力が化け物レベルですね、二宮くん。いいね。基本的に1番と歌割りは一緒なのかな、この辺は。今のフレーズ1番でも相葉くんでしたよね。相変わらずこのね、音の下がり具合がえぐいですけど。ってことは次は大野くんなのかな。あ、やっぱり。で、大野くん裏声のところ1番とちょっと変えましたね。鼻に入れる声の量を減らしたっていうか。そうすると今度裏声が本来持つきらびやかな成分がですね、前面に出てくるんですよね。こういう細かい音色コントロール、本当にすごいですよね。いい。今すんごい難しい音階でしたね。いやー、音取るの難しそうですね。やっぱり相葉くん音感すごいですよ。嵐の中ではこういう難しいフレーズ担当なのかな、相葉くんは。もう一回聞いてみましょうか。このジャズっぽい雰囲気が出てるポイント、慣れるまで何度も繰り返さないと音が取れないと思います、僕は。それぐらい難しい。一回聞いただけだと多分歌えない僕。いやー、さすが相葉くんですね。ここでリズムパターンがものすごく難しい感じになりましたね。で、ここの桜井くんですよね。で、ここはちょっと落ち着いた C メロっていうこともあってか、先ほどまで口と胸腔をメインで使っていた歌声をですね、ここでは口と鼻、この音色に変えてます。もう一回聞いてみましょう。どうリズム取るんだろうね、最後のあのポイント。何度も聞かないとこれはですね、僕は理解ができない。難しすぎて。なので何度も聞こうかと思います。めっちゃかっこいいですよね。あ、なるほどね。テンポアップしたからすごく難しいリズムっぽい感じになったんだ。そういうことか。いや、こういうびっくりポイントがあるのいいですね。サプライズポイントっていうかね。いい。この難
難しいリズムでもハモってますからね。いやもう限界が見えない。分析すればするほどすごいんだもん、嵐。いや、さすがですよね、本当に。なるほどね。今のところは感想的な感じだったのか。ただ感想的なポイントにもかかわらず、歌のフレーズはめちゃくちゃ難しいっていうね。でもライブとかだと、ここでダンスブレイクだったりするのかな。パフォーマンスとハーモニーの掛け合いみたいな。そういう風にイメージすると、もうね、鳥肌が立つぐらいめちゃくちゃかっこいいんだろうなっていう風にね、思っちゃいますね。このフェイクは今回は二宮くんかな。最初の頃はこのフェイク大野くんかなっていう風に言ったら、二宮くんですよってね、コメントで教えていただいたんですけど、なんか僕の経験上、この音域のこのパワー感は二宮くんなんじゃないかなっていう風に思うんですよね。当たっているかどうかぜひね、コメントで教えてください。やっぱりオーディオだけだとちょっと自信がない瞬間が出てきちゃうので、よろしくお願いしますね。ただやっぱめっちゃかっこいいですよね。なんかね、最近これを待っちゃう最後の大サビでメロディーがある上でフェイクがいるっていうこのパターン、僕の一番好きなアレンジ。基本的にやっぱりそうですね、サビの歌割りは1番も2番も最後の大サビも全部一緒って感じなのか。すごく覚えやすいですね。やっぱここのハイトーン好きだな、僕。二宮くんのこの歌声、もしかすると今回僕初めて聞いたかもしれないっていう風に思っちゃって、新しい歌声を聞くことができてすごく嬉しいなっていう風に思うし、憧れますね。僕もこんな声出してみたい。てか何回もね、相葉くんのここのパート聞いてますけど、もう何回聞いてもこの音幅すごいなって思っちゃいますね。相当練習したんじゃないかなっていうふうにね、思っちゃうんですよね。今回の相葉くんパート全部難しいですから、音程的にね。ほんとすごいですよ。で、最後の大野くんの裏声は1番の時の裏声に戻したっていう感じですね。で、もう終わりな感じですね。最後まで聞いていこうかな。最後は決めで終わるっていうね。いやー、今回もめちゃくちゃかっこよかった。以上、嵐カウントオンミー歌声分析はここで終了です。いやー、嵐の魅力たっぷりでしたね。ものすごくこのリズムのね、躍動感が前面に出された楽曲だったと思うんですけど、それに対してさらに魅力をですね、増幅させる嵐のメンバー一人一人の歌声が神がかってましたね。で、またもや嵐のメンバーのですね、一人一人の新しい歌声を発見することができて、僕はね、めちゃくちゃ嬉しいですね。本当に分析すればするほど、嵐の素晴らしい魅力に気づくことができるので、本当に歌声分析をしていて楽しいです。ということでですね、オープニングトークの時にちらっと言ったんですけれども、今後の嵐の歌声分析動画について、5月の強化月間が終わっても歌声分析動画を公開し続けようと思います。何せ皆さんからリクエストをいただいた楽曲がですね、すごいたくさんあるので、そして何より僕がですね、歌声分析をしたいっていう気持ちがものすごく強くなったんですよね。なので5月ほどのペースではないとは思うんですけれども、皆さんからリクエストしていただいた楽曲を優先的にですね、5月以降も動画公開していこうと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いします。そして近日中にですね、嵐のメンバー一人一人の歌声進化分析動画、こちらの方も公開しますので楽しみにしていただけたらなというふうに思います。これからも嵐全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、そしてハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。